おはようございます。クレヨンです。本日は2026年3月5日。羽田空港第2ターミナルに向かっています。今回はキャンピングカーではなく、飛行機でちょっと遠くへ短期間の旅。初の旅行先となる鳥取、島根の山陰2県に行って、季節のグルメと観光スポットを満喫します。出発日は、富士山もくっきり見える良い天気で、揺れもなく快適なフライト。空港で買ってきた醤油カツ重を食べながら、あっという間の約1時間半。米子北郎空港に到着しました。空港では名前に入っている通り、ゲゲゲの鬼太郎のキャラクターたちが迎えてくれます。空港を出たらまずタクシーで、境港、水産物直売センターへ。早速鳥取グルメを楽しみに向かいます。魚市場からもほど近く潮の香り漂う場所。新鮮な魚介類が並んでいる気配がプンプンします。館内のお店の規模はこんな感じ。別棟には食事どころで、海洋亭境港店がありました。早速建物内を巡っていきましょう。入ってすぐの場所には鳥取土産がいろいろと。鬼太郎グッズも盛りだくさんです。これは鳥取砂丘の砂で作ったフィギュアらしいです。うかつに触ると崩れそうで怖いですね。その他は漁協直営の食事処をはじめ、美味しそうな海産物を扱うお店がいろいろ。切ってますけども、半分にね、こういうところのちょっとピンのところ。その中でもひときわ目を引く存在で、本日のお目当てでもある旬のグルメはこちら。旬の絶品茹でたて松葉ガニをいただきたいと思います。館内中央にある食事ができるテーブルを確保。カニと一緒に売られていた美味しそうな海鮮丼と、こちらも旬ののどぐろ寿司で欲張り海鮮ランチです。海鮮丼を食べながら待っていると、食べやすく切り分けてもらったカニが到着。小ぶりなサイズを選びましたが、身も味噌もしっかり入っていて十分楽しめそうです。早速カニにかぶりついていきます。水分たっぷりでプリプリの身は、茹でたてならではの最高の食感。甘みが濃くてカニの旨みもしっかり感じられるから、ポン酢ワイガニ大好きです。足にも身がぎっしり。どうですか？この素敵なビジュアル。カニの身を隅々までほじって食べ終わったら、海鮮丼とのどぐろ寿司を楽しみます。この海鮮丼も具だくさんで美味しいです。そしてこちらののどぐろ寿司。これがまた絶品の味わい。少し炙って香ばしい皮目が良いアクセントです。そして締めを飾るのがこちら。これまた旨味特濃のカニ味噌をいただきます。カニ味噌の中では一番大好きなポン酢ワイガニの味噌。口の奥の方でしっかり味わいながら、絶品海鮮ランチを最後まで堪能しました。美味しいランチに出会えて、
今回の旅も好スタート。食後の運動も兼ねて境港駅までのんびり歩きます。日本海から中海まで続く境水道沿いには、いろいろなタイプの船がずらりと並んでいて、見ていて楽しいです。時折、沖諸島との間を行き来しているフェリーも通過したりしています。道端にはご当地オブジェが佇んでいます。こちらにはリアルに造形された魚のオブジェが、さらに歩くとまた魚のオブジェが、その後も道端に次々と現れるリアルなオブジェ。気になって調べてみたところ、境港の PR として30体ほど、お魚ロードという区間に点在しているとのこと。なかなかリアルな作りのオブジェなので、見つけながら歩くのも楽しいかもしれません。大きな松葉ガニの横には子ガニがいました。しばらく歩いて水木しげるロードに到着。ここからはまたガラッと雰囲気が変わって、妖怪たちがそこかしこに現れてきます。こちらは道中にある水木しげる記念館。水木しげる漫画でよく見かけるサラリーマンのキャラクターが歩いていました。先生の波乱万丈な生涯や世界観に触れられるファン必見のスポットになっているそうです。このマップの道沿いにある赤い点がすべてブロンズ像。ブロンズ像だけでこれだけの数があるので、全部をじっくり見て回るとかなり見応えがあります。先ほど歩いていたキャラクターですね。サラリーマン山田と呼ぶらしいです。こちらはフェリーターミナルの建物になりますが、歓迎ムードの妖怪たちが踊っていました。そしてフェリーターミナル横に境港駅があります。街灯は目玉親父になっていて、駅の入り口前では先生が執筆中です。約800メートルの水木しげるロードは見どころが満載。しっかり見て回ると1日たっぷり楽しめそうなボリューム満点の妖怪ワールドでした。そして妖怪ワールド締めくくりはこの鬼太郎列車。6種類の絵柄の列車が入れ替わりで運行しているらしく、今回遭遇したのは目玉親父列車とネズミ男列車の連結車両でした。とことんまで鬼太郎を味わえる取り組みが素敵です。もちろん車両の内装も抜かりなくイラストが満載。ネズミ男に囲まれて米子まで移動しました。米子のホテルにチェックインしてから一休み。その後ホテルからほど近い居酒屋で晩酌です。街歩きで疲れた体にビールが染み渡ります。もちろん夜も地元グルメを満喫しようといろいろ注文していきますが、メインはやっぱり旬の大好物。
2食連続でのカニになっていますが、大好物だから問題なし。それどころか昼とは違う食べ方ができたので、満足度はさらに上がっている感じです。もちろん他にも美味しい海鮮を頼んだり、地元の日本酒をいただいたりと鳥取グルメを満喫。美味しい食事を楽しみながら、米子の夜が更けていきました。おはようございます。宿泊したホテルは朝食ビュッフェ付きだったので、ちょっと早起きして食べに来ました。ビュッフェ形式だとついつい量が多くなりがちですが、この日も懲りずにお皿に山盛りの朝食に。パンパンになったお腹をさすりながら、調子に乗って盛りすぎたと、次回も生かされない反省をするのでした。チェックアウトを済ませ、ホテルを出ると外は雨模様。ホテルを出てまずやってきたのは、米子コンベンションセンター。実はこの旅行の合間にこちらの会場で、ライブ参戦の予定でしたが諸事情で中止に。せっかくなので場所だけ見ておこうということで、こちらに立ち寄りました。幸いこの旅行の後に振り替え公演が開催されることが決定。近いうちにもう一度米子への旅行が決まりました。そして今回の米子観光の鳥として見に来たのがこちら。このモニュメントは山陰鉄道発祥の地を記念してこの場所に建てられたものなのですが、 SL が空に駆け上がっていきそうな様子から銀河鉄道のオブジェと呼ばれています。銀河鉄道の夜を思い起こさせるとか、銀河鉄道999のオープニングみたいだとか、確かにそんなことを感じるモニュメントでした。